おはようございます。たかしです。本日は10月10日火曜日、ただいま9時28分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半はドル円となっております。最初にお知らせです。YouTube のメンバーシップがリニューアルいたしました。今までよりさらにお得になったプランをご用意しております。詳細は概要欄をご覧ください。それではまずポンド円の冷やしから見ていきましょう。昨日は下落陰線ですね。ここ、先週の週末に向けて上昇していったんですが、月曜日は GMMA の青帯で上値を抑えられて下落になってきております。現在大まかなイメージとしてはまだしばらくレンジが続くのかなと考えております。ここから上昇していくためにはまず GMMA の青帯、現在は横ばいですので、基本的にはレンジを想定しているんですが、ここを上抜けて GMMA の青帯でサポートされて上昇していくという動き方が必要になってきますので、上昇するのであればそういうところを見ておきたい。ただしストキャスティクス高値圏にそろそろ来ておりますので、やはりここからは上値が重くなりそうということで、ここからどんどん上昇していくというイメージではなく、本日は上昇方向に動くかもしれないですけれども、例えば今はレンジ大枠ではこの白のラインぐらいを持ってますので、上限が184円ぐらい、下限が 178.5 付近というところで、この辺りでの大枠のレンジを見ておくのがいいと思います。冷やし単位ではこの白の水平線で囲まれた大きめのレンジをイメージしているんですが、もうちょっと買い足に落としてくるともう少し小さなレンジが見えてきますので、その辺を見ておくといいと思います。チャンネル登録してね。では4時間足です。先ほど言ってました小さめのレンジっていうのはこちらですね。黄色のボックスを描いております。ここ過去にも意識されてますよね。こことかこことか。上限ですとこことかこことか意識されてます。今は中途半端なところにあるので、ここから上昇していったとしても、基本的にはこのレンジの中のトレードっていうのは上限下限に引き付けてやっていくっていうのが基本的なルールになりますので、この中央付近では分かりにくい動きをしがち。なのでそういうところではトレードは避ける方がいいですよっていうのがレンジトレードの考え方です。ただし今 GMMA の青帯ずーっと下向きだったんですよね。そこを金曜日に上抜けてきましたよね。そして昨日はその調整の下落をしてきて、今朝方から上昇しようとしてますので、もしかすると今この GMMA の青帯で底固めをして、そこからの上昇になっていく可能性がありますので、その辺を見ておくと面白いかもしれません。今ストキャスティクスはもうちょっと下げる余地があるんですよね。ただ今 MACD を見ていると現在地付近から反発してもおかしくないなとも思いますので、現在地付近から反発上昇、しかも GMMA の上でサポートされているのであれば、ここからの上昇は考えておきたい。ただ今4時間足単位ではずっと陰線だったものが、昨日最終で1本陽線が出て、現在の陽線まだ確定してません。あと30分ぐらいありますので、これが陽線で確定してくるとここから上昇しやすくなる。つまりこの黄色のボックス、上限を目指すような動きになるかもしれませんが、まだこの4時間足確定するまでは今強く上昇しそうだからっていうので飛び乗っていくと騙しになってもう一段下落していくっていうことも考えられますので、その辺は注意ですね。では1時間足です。1時間足の GMMA も横ばいですね。4時間足も横ばいというか、4時間足はトレンドが転換するのかというところでしたので、ちょっと分かりにくいところではあるんですが、今1時間足横ばいってことはつまりレンジなんですよ。ですので基本的にはレンジと考えておく。1時間足単位でも今のところはまたレンジですね。そしてここで値固めをするのであれば、ここからの上昇になっていく。このピンクのエリオット波動を週末に投稿していたと思うんですけれども、こういう形に見えませんかっていうところで、週明け早々はその調整の4波に入ってきた、そんな形ですね。ただこのエリオット波動もしかするとですが、こちらでねもう終わっている可能性があるんですね。こんな感じ、ここでのこんな5波ですね。こんな感じですでにもうエリオット波動は終わっていて、もう修正波も終わって今新しい波に入っている可能性もあるんですが、先ほどのを見ているともしかするとこっちのままで今は継続しているということも考えられますので、ただし継続していたとしてもここ12345波なんですが、次5波が出れば修正波に入ります。そして今からが5波なのであれば、次ボックス、これ先ほど4時間足に表示していた黄色のボックスのここ上限ですが、次上限が意識されてここでのダブルトップっていうことも考えられますので、ここから今上昇に入りかけてますが、上昇した場合はまずは金曜日の高値ぐらいまでのところを考えておく。つまり183円付近ですね。そのあたりでダブルトップになるのか、それともここを上抜けてくるのかっていうところに注目です。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円の冷やしも大枠ではポンド円と同じようにレンジをイメージしてます。冷やしの今調整がまだ終わっていないのかなと。でもまあそろそろ終わるのかなと
っていうところでもあるんですね。GMMA の青帯付近で次反発をイメージしているんですけれども、ストキャスティクスまだちょっと調整中っぽい感じ、それからマクディが弱いので、ここからどんどん上昇していく、今はちょっと上昇しかけてますが、どんどん上昇していくっていうイメージではなく、まだもうしばらくレンジが続いて、そこから次どこかのタイミング、ここで値固めをしてからの上昇になるのかなというイメージを持っております。現在はここオレンジのトレンドラインの中で動いてますよね。この平行チャンネルですね。ですのでこのオレンジの平行チャンネル上限ぐらいまで現在地から垂直に上昇してくると考えると、今でだいたい152円ぐらいになりますので、そのあたりを目指して上昇する可能性、この先152円を目指して上昇する可能性があるっていうところは覚えておいてください。ただしそれは絶対上昇するこの平行チャンネルの上限を必ず捉えに来るとは限りませんので、ここからダラダラっと下落していく可能性もある。現在ちょっと上値が重いですよね。しかも昨日なんかもちょっと円高方向に動いておりますので、このまんまダラダラと下げてくる可能性もありますが、一応今イメージしているのはこのオレンジの平行チャンネルの中で動いていて、上限付近を目指して上昇するだろうというイメージ。ただしまだ日足の調整中なので、ここではもうしばらく揉み合ってからの上昇になるのかなという、そんなイメージを持っております。では次は4時間足です。4時間足では今赤の平行チャンネルを描いているんですが、綺麗にここ今反応してきているの分かりますよね。今朝方一度先ほどまでは下落気味だったんですが、ちょうど平行チャンネルの加減が意識されて今上昇してきております。ただし今4時間足のローソク足はまだ確定してませんので、もしかすると確定する頃にはここを下抜けるような動きに変わるかもしれませんが、一旦は平行チャンネルの加減が意識されたという形ですね。この平行チャンネルざっくりとですが結構意識されているんですよね。この過去のこの高値安値を見ていても結構意識されてますので、この先も意識されてくるんじゃないのかなと考えます。ただし今反発してきたとはいえ GMMA の青帯今横ばいで、しかもこの GMMA の下に入っておりますので、もう少し上値は重い可能性がありますよね。昨日はずっと下落してきた、その中でようやく今陽線が出るかもしれないというところですので、ここが陽線になってくればここから本日はじりじりと上昇していく可能性がありますが、現在大枠ではこの大きな陰線ありますよね。この先週の火曜日につけた大きな陰線の中でハラミ足になっている状態ですので、基本的にはこの中で難しい動きをするという前提です。なので今4時間足で見るとこの大きな陰線の中で動いているだけですので、上がったり下がったりと、この昨日とか金曜日とかの動きを見ても上がったり下がったりっていうのを乱高下をしているだけですので、基本的には分かりにくい動きをしているんですね。ただ今このチャンネル加減にありますので、ここは反発しやすいところで、今一旦ここから反発していけるのかっていうところを見ているタイミングです。ストキャスティクスも安値圏にありますので、ここから上昇する可能性はありますが、やはり GMMA の下に潜り込んできてますので、上昇しても上値は重いんだろうという、そんなイメージが持てます。もちろんここをズドンと何かのきっかけで大きく抜けてくれば、 GMMA の青帯を大きく上抜けてくれば、そこからは上昇に加速がつくと思いますが、まずは GMMA の青帯をしっかり上抜けて、そこでサポートされるかどうかっていうところを見ておきたいですね。では最後に1時間足です。先ほど言っていたこのハラミ足になっている大きな陰線がここですね。今この中で分かりにくい動きをしているところです。基本的にはトレンドがなく分かりにくい動きをする。そして金曜日に強く上昇したけれども、結局昨日は全戻しで、しかも安値も割ってきてますので、すごく難しい動きをしているのが分かります。1時間足の GMMA も方向感がありません。4時間足も方向感がないんですが、ただ日足とした GMMA この辺に上向きに走ってますので、日足は上昇トレンド中、4時間足1時間足の GMMA は方向感がないのであれば、基本的には日足の上昇トレンドが今は意識されますので、その流れを見ておく。ただし1時間足が明確に下落トレンドになってくれば、もしかするともう少し下げていくかもしれませんが、今は先ほど4時間足でいたこの平行チャンネルの下限付近になりますので、ここからの反発、ただやはり上値は重いと思いますので、4時間足の GMMA が走っているのはちょうどこの1時間足の GMMA のすぐ上ぐらいなんですよね。昨日の高値付近になりますので、昨日の高値を明確に上抜けてくれば、そうするとこの平行チャンネルのセンターライン付近まで戻してこれますので、そうなると上昇しやすくなってくると思いますが、まずはここから反発上昇したとしても、昨日の高値を上抜けられるかどうかっていうところに注目。上抜けられなければ、この赤の平行チャンネルの下半分ですね、このセンターラインより下半分で本日は動くのかなという、そんなイメージが持てます。昨日は円高方向には動いてますが、この円高いつまで続くかっていうのは懐疑的ですので、あまりどんどん円高が続くとは思わない方がいいんじゃないかなと個人的には考えております。それでは本日は以上です。
この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。